皆さんこんにちは。Japanese with はるぱかのはるかです。初めての人はようこそ。そしてはじめまして。いつも戻ってきてくれる方はお帰りなさい。そしていつもありがとうございます。これからどんどん日本語の勉強に役に立つ動画を作っていきたいと思うので、よかったらサブスクライブしてくださいね。それでは今日はランチを一緒に作っていきましょう。でもランチといっても今日は簡単です。昨日の夜の残りを電子レンジで温めて食べるだけです。ではそれに関連する言葉を一緒に勉強していきましょう。はい、それでは昨日の夜ご飯の残りなので、この冷蔵庫の中に入っている今から私がランチとして食べるものを出します。ちょっと待ってね。よいしょ。いろんなものがあるけど、オップス、ぶつかっちゃった。これか。昨日たっぷりロールキャベツを作りました。なのでこれを私が食べる分だけ取って、あとはよいしょ、もちろん私は日本人なので白米です。白いご飯。はい、それでは私のランチを今カウンターの上に出しました。そう、ちょっと結露がすごいね。このお水の水滴を、これは結露と言います。日本語でね。こっちはご飯。では、全部は食べきれないので、ここ今すごいたくさん入ってるので、なのでお皿に私が食べる分だけ取り分けていきます。よし、それではちょっとカメラのアングルが変ですが、蓋を開けて、水がねこぼれないように。そう、トマトソースのなんだっけ、ロールキャベツを作りました。そしてこっちはそう普通にご飯です。これはもう昨日炊いたので、これはこのままレンジでチンします。このまま蓋をしたまま、ここ見えるね。そう、ここに穴があるのでこのままレンジでチンします。そしてこれは食べきれないのでお皿に移します。これかな。そう、まずお皿というかこれボウルだね。ボウルに移します。とボウルとはい、お玉です。髪の毛入る。お玉を使います。そうだ、キャベツが足りなくて全部はねキャベツで覆えてないんだ。壊れる。昨日きれいな大きいキャベツで丸めたロールキャベツを食べてしまったので、今日は小さいキャベツ、余ったキャベツでくるめていませんが、なんだろうね、ちょっとこんな感じでつけたやつ、玉ねぎじゃない、キャベツをいくつか何枚かつけたやつなので壊れやすいです。なので気をつけてお皿に取り分けます。けども壊れてもいいか、どうせ私が食べるので。壊れるね。いけるかも。見てみて。ほら見える？これを取り分ける。
せっかくだからね、キャベツがあるやつにしましょう。そう今2つね、お肉の塊だけの、キャベツなしのお肉の塊だけの、ちょっと待って、見えるかな。はい、ただのお肉のミートボールとロールキャベツが足りませんでした。なので2種類ありますが、キャベツ好きなので私が食べちゃいましょうか。キャベツのやつ、そうキャベツね大好き。ロールキャベツ作るのめんどくさいけど食べるの大好きです。なんかキャベツ長いね。もしかして違うキャベツの取っちゃったかな。違うロールキャベツのキャベツ、ほら見て見て見て、長い。だけど食べちゃおうか。せーの。よし、あとじゃあスープをちょっと入れて、これぐらいでいいか。はい、ではこれはシンクまたは流しに置いておきます。そしてちょっと待ってね、サランラップが必要ですね。でもねめんどくさいから、そう普段はめんどくさいから結構サランラップなしでレンジでチンしちゃうことが多いですが、今は撮影してるのでちゃんとサランラップ使いましょうか。ちょっと待ってね。よし、サランラップ。サランラップを切れるかな、綺麗に。サランラップを切るのがね苦手。切れないよ。できた。ちょっとじゃあ全体的にサランラップをかけて、ちょっとじゃあ水蒸気が出る穴を作りましょう。じゃないとね大変なことなのね、爆発しちゃう。よし、でははい、それではうちの電子レンジはカウンターの下にあります。なのでこの電子レンジの扉を開けて、私のランチ、お昼ご飯を電子レンジの中に入れます。よいしょ。ご飯も一緒に入れちゃいます。そして電子レンジの蓋を閉めて、で私はいつも1分30秒温めます。ではレンジでチン電子レンジでチンをします。1分30秒、これね、はい、1分30秒待ちます。では待ってる間にこれを片付けましょう。中にもう適当にね、どこでもいい。ここでいいか。はい、温め終わりました。なので電子レンジの蓋をもう一回開けて、私の食べ物を取り出します。取り出します。いい匂い、いい匂い。ご飯もいい感じ。よし、温め終わったのでサランラップを外して蓋も外します。蓋を外す。そしてサランラップもよいしょ、外して、いい匂い。自分で言うのもあれだけどいい匂いです。サランラップはちょっとゴミ箱に捨てて、よし、
ごめんね。そう、私の今日のランチはなんだっけ、ロールキャベツとご飯です。そう、ご飯何でも合うから美味しいんだよね。では私はこれからランチを食べながらオリンピックを見なきゃいけないので、今日はここまで。じゃあこの動画で新しいことを学んだよという時は LIKE ボタンで教えてください。そしてコメント欄に今日何を食べたか教えてね、書いてね。では日本語の勉強頑張ってね。ハッピージャパニーズラーニング。バイバイ。